今回は超入門ゼロから始めるチャット GPT ということで、チャット GPT って何なの、良い回答を得るにはどう使ったら良いのという基本中の基本について解説していきます。この動画は超初心者向けで、これからチャット GPT を触ってみたいと思っている人、チャット GPT を触ってみたけど思ったような回答が得られなくてなんだこれと思っている人におすすめの動画です。そもそもチャット GPT とは何なのかをぼんやりとでも理解する、より良い回答を得るための基本を理解できることをゴールとしています。当初 Twitter や YouTube などを参考に情報を整理しようかと考えたのですが、大変なのでチャット GPT に直接聞いてしまおうと思い立ち、チャット GPT にインタビューするような構成にしてみました。ちょっとしたコツなんかも含めているので参考になれば幸いです。それではステップ1を始めましょう。何はともあれ直球を投げてみます。チャット GPT とは何ですか？チャット GPT は OpenAI が開発した大規模な言語モデルで GPT-4 アーキテクチャに基づいています。GPT はジェネレーティブプリトレインドトランスフォーマーの略で、自然言語処理タスクにおいて高い性能を発揮するディープラーニングモデルの一種です。チャット GPT は質問応答、会話生成、文章要約、翻訳など様々なタスクをこなすことができます。チャット GPT はインターネット上の大量のテキストデータをもとに学習しており、その知識は2021年9月までのものとなっています。このためそれ以降の出来事や情報に関しては正確に答えられないことがあります。また、人間のような一貫した個性や意見を持っていないため、主観的な質問に対しては異なる回答が生成されることがあります。難しいですね。わかりやすくしてもらいましょう。小学生にもわかるように説明していただけますか？もちろんです。チャット GPT は OpenAI という会社が作ったコンピュータが人とおしゃべりできるようにするプログラムです。GPT-4 という特別な方法で作られていて、たくさんの言葉を学んで質問に答えたり、話を作ったりすることができます。ただし、チャット GPT は2021年9月までのことしか知らないので、それ以降のことについてはちゃんと答えられないことがあるんだよ。そして、人間みたいに自分の意見があるわけではないから、いろんな答えを言うことがあるんだ。だいぶわかりやすく答えてくれました。コンピュータが人とおしゃべりできるようにするプログラムで、チャット GPT は2021年9月までのことしか知らないようですね。小学生にもわかるように、とするとかなり噛み砕いて説明してくれます。また、していただけますかなど丁寧に聞くのと、して、しろ、では回答内容が変わることがあります。もちろん丁寧な方が良いですね。もう少し詳しく聞いてみましょう。たくさんの言葉というのは、どんな言葉をどれくらいの量学びましたか？チャット GPT は、インターネット上のたくさんの文章や本、ニュース、ウェブサイトなどから多くの言葉や表現を学びました。具体的な量を言うのは難しいですが、何百億もの単語を含む大量のテキストデータを学習しています。これにより、様々な話題や質問に対応できるようになっています。ただし、学習した言葉や知識は2021年9月までのものなので、それ以降の情報に関しては正確に答えられないことがあります。また、言葉を使って会話をすることはできますが、人間のように感情や経験を持っているわけではないため、その点でも限界があります。膨大なテキストデータから言葉や表現を学習しているんですね。ただ人間のように感情や経験は持っていないようです。GPT がバージョンアップしたので、以前のバージョンとは何が違うのか聞いてみました。チャット GPT3.5、チャット GPT4 で学習したデータに違いはありますか？違いがあるとしたら具体的にどんな違いがあるのか教えてください。私は GPT-4 ベースのチャット GPT であり、GPT3.5 というバージョンは存在しません。ただし、GPT-3 と GPT-4、私の違いについて説明します。GPT-3 と GPT-4 は、どちらも OpenAI が開発した大規模な言語モデルですが、モデルのサイズや学習データ量、性能に違いがあります。GPT-4 は GPT-3 よりもはるかに大きなモデルであり、さらに多くのデータを学習しています。これにより、一般的には GPT-4 の方が GPT-3 よりも高い性能を発揮し、より正確な回答や自然な文章を生成できます。具体的な違いとしては以下のような点が挙げられます。1、モデルのサイズ。GPT-4 は GPT-3 よりも多くのニューロン、モデル内の計算要素を持っており、より複雑な知識を学習できます。2、学習データ量。GPT-4 は GPT-3 よりもはるかに多くのテキストデータを学習しており、その結果、より広範な知識を持っています。3、性能。GPT-4 は GPT-3 よりも高い性能を発揮し、より正確で自然な文章を生成できます。これは、問題解決能力や会話の質にも影響しています。ただし、いずれのモデルも学習データは2021年9月までのものであり、それ以降の情報に関しては正確に答えられないことがあります。また、人間のような一貫した個性や意見を持っていないため、主観的な質問に対しては異なる回答が生成されることがあります。さらに多くのデータを学習したことで性能が上がって、より正確な回答や自然な文章を作れるようになったようです。ここで分かったような気にならないために、具体的な違いの部分にある。1、より複雑な知識。2、より広範な知識。3、問題解決能力や会話の質についてもう一歩踏み込んでみようと思います。まずは1、
より複雑な知識について聞いてみます。あなたが回答した以下の文章にあるより複雑な知識について具体的に詳しく教えてください。より複雑な知識とは、GPT-4 が GPT-3 よりも豊富で詳細な情報や、より深い理解を持っていることを意味します。モデルのサイズが大きくなると、そのモデルはより多くの情報を学習し、より高度な問題を解決できるようになります。具体的な例として、以下のような点が考えられます。1、文脈の理解。GPT-4 は、長い文章や複数の文をまたぐ文脈をより正確に理解できます。これにより、関連性のある回答を提供しやすくなります。2、専門的な知識。GPT-4 は、科学、歴史、技術などの専門的な分野において、より深い知識を持っています。これにより、専門的な質問に対してもより正確な回答ができます。3、複雑な推論。GPT-4 は、複数の情報源や前提条件を組み合わせて、より複雑な推論を行うことができます。例えば、物語の矛盾点を特定したり、論理的な結論を導いたりする能力が向上します。これらのような点で、GPT-4 は GPT-3 よりも、より複雑な知識を学習、処理できるため、様々なタスクにおいてより高い性能を発揮します。ただし、どちらのモデルも完璧ではなく、誤った情報や不正確な回答を提供することもあります。文脈の理解ができるようになり、専門的な知識も得て、複数の情報源や前提条件の組み合わせた推論までできるようになったようです。文脈や回答がずれないように、以下の文章にある、として GPT が答えた内容を再度書いています。続いて2、より広範な知識について。あなたが回答した以下の文章にある、より広範な知識について、具体的に詳しく教えてください。より広範な知識とは、GPT-4 が GPT-3 よりも多くの分野やトピックに関する情報を持っていることを意味します。学習データ量が増えることで、GPT-4 はより多様な質問に対応できるようになります。具体的には、以下のような点が考えられます。1、トピックのカバレッジ。GPT-4 は GPT-3 よりも多くのトピックに関する知識を持っています。例えば、マイナーな分野や地域、歴史的な出来事など、GPT-3 では取り扱いが限られていたトピックについても、より詳しく回答できます。2、言語のサポート。GPT-4 は様々な言語に対応しており、GPT-3 よりも多くの言語で質問に答えたり、翻訳を行ったりすることができます。3、異なる文化や視点の理解。GPT-4 は様々な文化や視点に関する知識を持っており、質問者の背景や文化に適した回答を提供できることがあります。これらのような点で、GPT-4 は GPT-3 よりもより広範な知識を持っており、多様な質問や状況に対応できます。ただし、どちらのモデルも完璧ではなく、誤った情報や不正確な回答を提供することもあります。また、学習データは2021年9月までのものであり、それ以降の情報に関しては正確に答えられないことがあります。取り扱える話題の幅や深さが増して、言語だけでなく文化や視点の違いも広がったようです。最後に3、問題解決能力や会話の質について。あなたが回答した以下の文章にある問題解決能力や会話の質について具体的に詳しく教えてください。問題解決能力や会話の質の向上は、GPT-4 が GPT-3 よりも高い性能を発揮する結果です。具体的には以下のような点が考えられます。1、問題解決能力。GPT-4 は複雑な問題や状況に対して、より適切な解決策やアイデアを提案できます。これは、より複雑な知識を学習し、複雑な推論を行う能力が向上しているためです。2、会話の流れ。GPT-4 は会話の流れをより自然に維持できます。つまり、質問やコメントに対して適切なタイミングで応答し、関連性のある情報を提供できることが多くなります。3、文章の自然さ。GPT-4 はより自然で文法的に正確な文章を生成できます。これにより、人間との会話において、よりスムーズで理解しやすいやり取りが可能になります。4、複数の質問への対応。GPT-4 は一度に複数の質問が提示された場合でも、それぞれに適切に対応できることが多くなります。これにより、効率的で総合的な回答が期待できます。5、矛盾のない回答。GPT-4 は矛盾しない回答を提供する能力が向上しています。これにより、一貫性のある情報提供が可能になります。これらの点で、GPT-4 は GPT-3 よりも問題解決能力や会話の質が向上しています。ただし、どちらのモデルも完璧ではなく、誤った情報や不正確な回答を提供することもあります。また、学習データは2021年9月までのものであり、それ以降の情報に関しては正確に答えられないことがあります。複雑な問題や状況でも適切で矛盾のない解決策やアイデアの提案などがより自然で正確な会話の中でできるようになったようですね。ステップ1のまとめです。チャット GPT は OpenAI という会社が作ったコンピュータが人と会話できるようにするプログラムで、大量の言語を学んでいて質問に答えたり話を作ったりすることができるが、人間のように感情や経験は持っていません。2023年3月時点のチャット GPT は2021年9月までのことしか知らないけど、最新バージョンでは専門的知識を得て複数の情報源や前提条件を組み合わせた推論ができ、言語や文化、視点の違いも広がり、複雑な問題に対してより自然な会話で正確な解決策やアイデアを提案できるようになっているということでした。